はい、皆さんこんにちは。元金融庁金融教育担当で、現在は金融教育科の塚本俊太郎です。このチャンネルでは普通の人が学ぶべきお金の知識、判断力、金融リテラシーについて発信をしています。チャンネル登録まだの方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。動画を見てためになったなと思った方がいらっしゃいましたら、動画の高評価ボタンの方もよろしくお願いします。今回の動画のテーマですけれども、2025年8月募集金利個人向け国債と新マドハン国債について見ていきたいというふうに思います。結論ですけれども、金利は過去最高水準にあるので、購入予定の方は買ったらいいですよというのが結論になりますけれども、それをちょっと説明をしていきたいというふうに思います。目次ですけれども、1つ目、基準金利の推移、3、5、10年と超長期債について見ていきます。2つ目、個人向け国債と新マドハン国債の金利の推移についても、2024年の1月から振り返ります。3つ目、2025年8月募集金利について見ていきます。4つ目、取るべき投資行動についてもお話をしていきます。個人向け国債って何？新マドハン国債って何という方は別動画があります。こちらですね、個人向け国債 VS 新マドハン国債という動画ですけれども、こちら動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらからご覧ください。まず最初の1番ですけれども、基準金利の推移について3、5、10年で見ていきたいというふうに思います。基準金利というのは、機関投資家が日々売買している国債の利回りのことで、日々変動するという形になっています。満期3年、満期5年、満期10年の国債の利回りについて見ていきたいというふうに思います。2024年の1月から足元2025年の8月までということで、まず3年債の利回りがこんな形で推移しています。全般的にね、金利上昇傾向という形になってますけれども、いろいろと浮き沈みがあるという形です。5年債はこんな形、10年債はこんな形で動いているというところです。で、これに合わせてね、ちょっと市場の動きを含めて見ていきたいというふうに思います。まずここなんですけれども、2024年3月19日、日銀が政策金利をマイナス 0.1 からプラス 0.1% に利上げを行いましたということで、金利がある世界に久方ぶりに戻ってきたという形になります。このタイミングではね、国債の利回り大きく変動してないんですけれども、それを織り込む形で、その前から少しね、金利は上昇してきたという形になっています。その後も上昇傾向続いていたんですけれども、次見ていただきたいのはここですね。2024年の7月31日に、日銀が政策金利を 0.1 から 0.25% に利上げを行いました。それ自体はサプライズはなかったんですけれど、その日行われた植田日銀総裁の会見の中で、今後も金利引き上げていきますというふうに発言があったということを受けて、そうなってくると日本とアメリカの金利差が縮まっていく、ドルの魅力が薄れて円の魅力が高まるんじゃないかということで、ドル円が162円から142円に20円の急速な円高になりました。それを受けて日本の輸出産業の採算が悪化するんじゃないかということで、株式市場は2割下落をして、それを受けて景気も少し悪化するかもしれないということで、国債の利回りも 0.3% 低下をしたということで、ここね、国債の利回りが低下をしているという形になります。その後、徐々にね、金利少し戻ってくるような形で動いていくんですけれども、次見ていただきたいのがここですね。2024年の11月6日、アメリカ大統領選挙でトランプさんの再選が決まったという形になります。この再選を受けて、トランプさんというのはですね、減税を行って、アメリカの景気をどんどんね、加速していきますっていう話をしていったということで、そうなってくると、アメリカの政策金利、そうそう下げられないよねということになるので、そうなってくると、アメリカの、その金利が高い分だけドルの魅力が高まるということで、円安に触れる。そうすると、日本の日銀も金利が上げやすくなるんじゃないかっていうことでね、ここから国債の利回り上昇していくという展開になります。その後ですけれども、2025年の1月24日、日銀が政策金利を 0.25 から 0.5% に利上げを行いました。植田総裁は会見の中で、引き続き金利を引き上げて、金融緩和度合いを調整していくということを発表していて、今後は半年に1回、年に2回ぐらいね、利上げあるんじゃないかということを受けて、ここからも金利が上がってくるというような展開になりました。その後ですけれども、2025年の2月21日、消費者物価指数 CPI が前の年と比べて 4% 上昇するという、そのインフレが顕著になったということを受けて、10年国債利回り、ここですけれども 1.4% をつけるというような展開になりました。その後ですけれども、ここですね、2025年4月3日、トランプ関税が発表されて最低 10%、
そして日本は 24% 関税がかけられますということで、世界的に混乱が起きるということで、株式市場が急落をしました。そして景気が悪くなるかもしれないということで、国債の利回りも急低下しています。0.5% の低下という形になったというところですね。ただ、この混乱を受けてトランプ政権は90日間の執行停止を決めたというところで、その後ね、少しずつ戻っていくような展開になっているという形になります。その後ですけど、ここですね、2025年の5月14日、米中関税引き下げということで、それまでアメリカと中国は報復関税といって、お互いに関税を相手が上げたら自分も上げていくみたいな形で報復をかけていたんですけれども、それをやめましょうということが決まりました。アメリカの対中関税 145% かけていたものを 30% に引き下げる。中国のアメリカに対する関税は125% から 10% に引き下げるということが合意されたということで、そうなってくると少し景気良くなるかもしれないなということでね、国債の利回り少し上がってきたという形になります。その後ですけれども、ここ2025年の7月23日、トランプ関税について日本は 15% で合意をするということが発表されました。EU とか韓国も 15% という形で合意をされて、少しずつね、この影響が抑えられるっていう展開に変わってきたというところです。それを受けてね、景気が少し良くなるかもっていうことで、金利が少しずつ国債の利回り上がってきたという形になります。そして最後ですけれども、ここですね、2025年の8月1日、アメリカの雇用統計ショックというのが起きています。7月のアメリカ雇用統計が発表されて、雇用者数の増加が大幅に鈍化する中で、過去分も大幅に下降修正をされるという形になったんで、景気後退懸念が生まれて、ちょっとアメリカの景気おかしいぞということで、日本も影響を受けるかもということで、国債の利回りがね、ちょっと低下をしたというのが、8月1日という形になってます。これが3、5、10年の国債の動きという形です。はい、それで3年債は現在 0.81%、5年債は 1.02%、10年債は 1.49% になっているというところになります。次に見ていくのが長長期債の方になります。長長期債というのは満期10年以上の国債の利回りのことです。こちらも2024年の1月から2025年の8月までということで、これは先ほど見ていただいた10年債の利回りの推移という形です。これは20年債、30年債、40年債という形になっています。ここで見ていただきたいのが、4月にね、これトランプ関税ショックがあって金利が下がってるんですけれども、その前の水準、3月の水準と比べると、10年債はほぼ同じぐらいですよね。1.5% ぐらいのところで動いているという形なんですが、20年債も30年債も40年債も、それと比べると、金利の水準が上がっているという形になっています。現在の水準ですけど、10年債は 1.49%、3月とほぼ変わらずというところです。20年債は 2.51、そして30年債は 3.02、40年債は 3.31 という形になっています。この40年債でいうと、3月は 2.8% だったんで、2.8 から 3.3 に 0.5% 金利が上昇しているという形になっています。やはり長長期債がね、金利が上がってくると、10年債にも影響が出てくるというところがあるので、ちょっとこの背景について見ていきたいというふうに思います。はい、長長期債の動向についてですけれども、まず1つ目は、この長長期債の購入層の変化があります。もともとは日本の生命保険会社がね、この長長期債大量に買っていたんですけれども、足元は外国人投資家の買いが目立つようになってきました。外国人投資家、どういうことを見ているかというと、財政リスクを厳しく見るということで、財政が悪化するということが起きてくると、その分ね、国債の利回り高い水準を求めていくという、そういうような傾向があるというところです。次に日銀が国債買い入れいっぱいしてたんですけれども、そこがね、縮小に向かっていますということで、日銀の金融政策正常化の流れの中で国債買い入れが縮小に向かっていますということで、2024年の7月は毎月 5.7 兆円買っていました。2025年の4、6月期は 4.1 兆円に減額をされています。基本的には四半期ごとに4000億円ずつね、買い入れ額減らしていくってことが決まっていて、それを実行していまして、2026年の4月からは2000億円ずつ減らすという形で、少しマイルドにはしますけれども、減少させていくということになっているということで、やはり買い手がね、その分減っていくっていうところがマイナスに影響しているっていうことだと思います。また足元ですけれども、参議院議員選挙、与党が過半数割れになりましたということで、野党は各党、消費税減税案を出していますというところです。今までは
自民党、公明党で与党だったんで問題なかったんですけれども、与党が過半数割れをしていっていることになるので、野党の話も聞かなきゃいけないということで、消費税減税実行される可能性が出てきているということで、そうすると結果的には国債が増発されるんじゃないかということ、財政リスクが悪化するんじゃないかということで、懸念をされています。それを受けて長長期債、足元さらに上昇しているというところで、そうなってくると満期3年5年の国債はあまり影響がないんですけれども、満期10年の、国債は結構影響があります。引っ張られちゃうということで、10年国債にも金利上昇圧力がかかってきているというのが足元の動向という形になっています。次に個人向け国債と新マダン国債の金利の推移を見ていきます。2024年の1月から2025年の8月までということで、個人向け国債固定の3年がこんな流れになっていて、次に固定の5年がこういった動き、変動10年がこういった動きになっています。固定5年と、変動10年、足元は同じ金利水準になっているので重なっちゃっているという形ですね。あとは新マダン国債の10年債、こういった流れになっているというところで、全般的に基本的に金利は上昇してきているというのが出てるんですけれども、足元数ヶ月、3ヶ月ぐらいはほぼ横ばいという形になっているというのが、個人向け国債、新マダン国債の金利の推移になっています。じゃあ実際の数字見ていきましょうということで、2025年8月の募集金利について見ていきたいというふうに思います。はい、左側が個人向け国債の固定3、固定5、変動10、新マダン国債が2年債、5年債、10年債の利回りを2024年の9月から乗っけているというところです。足元、この1年間の最高水準というところでいうと、固定3年は2025年3月の 0.87%、固定の5年は同じく3月の 1.03%、変動の10年は6月の 1% という形になっています。新マダン国債で見ていくと、4月、2年債は4月の 0.825%、そして5年債は3月の 1.093%、10年債は6月の 1.465% というのが最高水準です。8月どうなったんでしょうか、こちらです。はい。最高値には最高水準には近づいているものの、そこまでには達していなかったという形ですかね。はい。左から見ていきますけど、個人向け国債国定の3年は 0.03%、7月と比べると金利上昇していて 0.79 です。5年債は 0.97% ということで 0.01% の金利上昇、変動10年も同じく 0.01% 金利上昇の 0.97% です。新マダン国債2年債は 0.1% という形で結構ジャンプアップしてます。 0.798%、 5年債はこれから発表されます。新マダン国債10年債は 0.02% 金利上昇の 1.416% という形になっています。最高水準というところまではいかないですけれども、かなり近づいてきたという水準になっているというのが、この8月の募集金利という形になっています。最後に取るべき投資行動について見ていきたいというふうに思います。金利はここ3ヶ月横ばいになっていますということで、今後も金利上がるかもしれないですけど、少なくとも急落した5月よりかは買い時になっているかなというふうに思います。固定の3年、固定の5年、新マダン10年というのは、買ったタイミングでこれから受け取れる金利が決まるので、購入タイミングを分割してもいいと思います。一方で変動10年ですけれども、基本的に6ヶ月ごとに市場の金利に合わせて変動していくという商品なので、こちらはいつ買っても OK という形です。個人向け国債の8月募集ですけれども、2025年の8月7日から29日までという形になっておりますので、購入予定ある方はこの期間内に購入をお願いします。はい、今回の動画はここまでとなります。このチャンネルでは普通の人が学ぶべきお金の知識、判断力、金融リテラシーについて発信を続けてまいります。チャンネル登録まだの方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。動画を見てためになったなと思った方がいらっしゃいましたら、動画の高評価ボタンをポチッと押していただけるとありがたいです。質問がある方は LINE オープンチャットで受け付けています。動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらからお願いします。動画の感想やリクエストがある方はコメント欄に書き込んでいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。